こんちは。4G 初めから攻略、パート10です。前回はシャカルマガラを討伐し、ストーリーは一段落しました。今回は、ダレンモーランからやるけど、その前にこいつを強化だ。シャガルの尻尾と激鱗、揃ったんですね。討伐数2で揃ったよ。奇跡としか言いようがない。倍率142、長い青ゲージ、物理面若い最強クラスです。これがあれば100人力だ。さあ、お祭りに向かうぞ。まみえるのはパート1以来ですね。ほい開始。いきなり砂上に投げ出されたように見えましたが、命綱をたどって船に戻ってるはずです。命がけすぎるよね。前にダレンと戦った時ね、実際どれくらい経過してるんだろうな。どうでしょうね。各地を巡ってるから、数ヶ月のレベルではないでしょうね。バルバレから殴り村なんて、ポポに縄引かせて移動してたからな。あれだけで1ヶ月以上かかっててもおかしくないレベルだもんな。今でこそ空を飛んで移動できてますが、あれもスピード自体はそこまで出ないでしょうしね。移動してる最中にモンスターに襲われたらどうすんだろ。勝手に狩りしたら怒られるのかな。フリーハントっていう制度があるくらいだし、身を守るくらいはさすがに大丈夫でしょう。ギルドからの依頼を紹介できる受付嬢もいますしね。確かに、受付嬢って職はかなり狭き門なんだっけか。フィールドからモンスターから幅広い知識が必要になりますからね。ただの案内とか店員とはレベルが違う、ギルドの正式な職員ですよ。そう考えると、ちょっと遠い存在に思えるが、どうしてもイメージと違うな。変なやつ多いからかな。モンハントライト4の受付長が群を抜いて変人なだけだと思います。この頃はボイス付きのセリフがないから、テキストでしかキャラが伺えないけど、それでここまで濃くできるのはすごいよな。まあ、良い方向にネタになってるから、理想的なキャラクターだと思いますけどね。ワールドみたいに悪い方向で固まっちゃうパターンもありますし。受付嬢を叩くノリ、あんま楽しめないんだよね。プレイしてる時何も気にならなかったから。あれは、悪ノリが悪ノリを招いてると思います。不祥事を起こした人に SNS で誹謗中傷する流れか。まあ似たようなもんですが、自分でゲームをプレイして実感している人もいるので、あれはダメだと偉そうに言うつもりはないです。現代社会の闇だな。で、何の話だっけ？旅団の移動の話ですけど、ここまで誰にほぼ触れてないので、そろそろ触れた方がいいと思います。誰が、そうね、いつもノリでやってるんだけど、とりあえず背中の鉱石を掘って、腕を壊すといいと思う。まあ、それはそうなんですけど。モンハントライにジエンモーランがいたけど、あいつとほぼ変わってないよ。やることも変わってないし、なんなら作れる武器の属性も一緒です。ちなみに、見た目はジエンの方が好きかな。フォルムが丸っこくて可愛いんだよね。ダレンは、ゴツゴツ、トゲトゲしてますね。お、前方に移動した。ここは激流走チャンスだね。船に突っ込んでくる前に、岩を飛ばしてくるので気をつけましょう。ここはメッセージも出ないから、割と初見殺しだよな。早すぎても遅すぎてもダメなので、意外にシビアだったりします。槍が当たる時以外も起動できちゃうの。結構な罠だよね。さあ、来ます。確実にお願いしますよ。幸い、押すタイミングは覚えちゃえば再現しやすいよ。選手で遮られてて、若干ダレンが見づらいのはご愛嬌です。よし、始まったな。
押すタイミングはここ。ジャンプ1回目が潜り切ったとこだ。お見事。戦場でできること少ないので、これは決めたいです。15分くらい経ったところで、決戦ステージへ。割と順調に立ち回ってましたが、ある程度時間かかりますね。まあ大型はね、これでもラオシャンロンよりは、はるかにマシになったから。コウシュラオだったら途中討伐できましたけど。ちなみに今作でも、ラオは、素材交換で素材だけ登場してます。MH4 系列のラオ系武具って、あんま印象にないよな。竜属性武器は、強いのが他にありますし、防具はスキルが微妙ですからね。一応、発掘防具にもあったか、ゴテッとした見た目だから好みが分かれそうだけど。やっと近づいてきましたね。こいつ、決戦ステージになってからも割と時間食うんだよな。腹が柔らかいので、いつも脇の下あたりに陣取ってます。回はまだマシだけど、移動に惹かれると大ダメージだから、軽く乗りまくってすぐに終わらせたいね。後半に出てくるダレンは、攻撃力のせいで、かなり強敵になってます。超大型はイベント戦みたいなノリあるけど、油断してると普通に失敗しかねないからな。お、これは上に乗れるかな。噴気口まだ壊せてないので、ここで狙いたいですね。腕から乗ると噴気口に行けるの途中で思い出して、ろくに殴れなかったんだよな。その代わり角壊したら頭に乗れましたね。あれ久しぶりにやった気がします。ここ乗れるんだっけってちょっとびっくりしたよね。あ、終わっちゃいました。ちょっと残念。噴気口の破壊報酬は大したもんでないし。ダレンは、角、ワンコウ、竜玉あたりがストッパーになりますかね。一戦あたりが長いから、ちょっと素材を取るのも腰が引けるよな。ダレン武器は強力な水属性を持つので、特定のモンスターに対して特攻があります。ああ、竜玉が足らんか。竜玉一点狙いは、なかなか重いですね。この武器、今から作っても、活躍の機会があまりないしな。次の強化が、だいぶ後になりますからね。まあいいや、とりあえず次のモンスター行こう。探索の指令ですね。緊急クエスト扱いになってるけど、もちろんこれは、ランクを上げるクエじゃないよ。クリアすると、探索に新たなモンスターが出現するようになりますね。これでしか見られないモンスターもいるから、早めに潰しておきたいね。ほい、ちょっとランクはごっちゃになったけど、ガルルガ戦だよ。一応ランク5ですが、普通に強いです。他の星5モンスターとは比べ物になりません。行動をキャンセルしてくるんだけど、まるで編集したかのようにぶつ切りで移行するから。マジで機械と戦ってるみたいだよ。一応頭が柔らかいのが弱点なので、頭だけ殴るのが一番なんですが。邪悪は火力を出すのに時間がかかるので、だいぶ相性悪いと感じますね。2連叩きつけに反撃したいんだけど、威力値がめちゃくちゃでかくて、GP でもリアクション大になっちゃうんだよね。こういう敵は体験の独壇場ですね。TA 動画見ても体験ばっかりですし。一定の距離を保って攻撃を誘発させるのがポイントっぽいんだよな。邪悪でやるとしたら魔性が入れそうだな。やりたくないけど。動画でやるにしても、一からクエ出して育てないとですね。欲しいクエめちゃくちゃあるんだよな。探索の時間確保しないと。ソロプレイで避けてきた敵も、動画にするとなるとモチベーション湧きますしね。
手持ちのギルクエだけ消化してたんじゃ、同じことのループになっちゃうからな。登録できるギルクエ10個というのが、我々の企画泣かせになってますね。まだサブでキャラクター用意できてるのでいいですけど。しかし、ほんとやりづらいなこいつは。体験にしたいところですが、この段階ではスキル的に微妙なんですよね。そうなんだよね。これは個人的な遊び方なんだけど、スキルも揃えられる環境にならないと、武器を切り替える気にならないんだよな。せめて、集中ともう1スキルは欲しいですよね。耳栓とかノウトウとか抜刀とか。回で集中発動できるのはマギル一式だけなんだけど、今更一式揃えるのかって感じですね。その辺が揃うのは、上位中盤以降って感じかな。現段階だと、お守りに絶対出ないスキルもありますし、ある程度進んでからが本番です。疲労したおかげで、まともに攻撃できた。怒り状態だと本当に付け入る隙がありませんでした。回復すらままなりません。こいつが極限化しなくて、本当に良かったよ。一応、看板モンスみたいなポジションではあるしな。確かに、モンスターハンターポータブルの目玉ではありましたが、パッケージにはいないですしね。ティガとかオフガと比べると、同格にはならないと思います。あ、そういえば、ブラキもパッケージモンスターで極限になってないな。彼が極限化したら、それはもう手がつけられないでしょうね。開発としても、一応、その辺の線引きはした感じか。そもそも、恐竜化の時点でやりすぎなんですけどね。ちなみに、モンスターハンターポータブルの時より全然強いからねこいつ。当時のガルルガは、クックとレイヤを足して、背中を固くしたようなやつでしたね。背中と翼の切断肉質10で、これはガルルガ、ラオ、ミラにしかない肉質だったよ。何食べたらそんなに硬く。あ、まさか。ご明察、昆虫だよ。彼の背中肉質も切断10なんだ。まあ、当時昆虫はいないですけど。移動してきた。疲労以外、強くない時間が全くないこいつ。そうですね。誇張抜きで、外最強でいいと思います。やっと終わったよ。しんどかったな。お疲れ様です。回で戦えるモンスターも少なくなってきましたね。あと2体、後半でやっていくよ。さ、後半戦も戦ってないモンスターやってくぞ。次も、未知の樹海の調査になりますね。これで、樹海の緊急は最後です。次は普通に楽しみだな。キリンですね。一応3体目の古竜です。樹海といえばこいつなとこある。早速行ってみよう。おお、驚きの白さ。神秘的な雰囲気とともに、外敵に容赦しない獰猛さも伝わってきます。秘境の奥地に生息してる珍獣が、気性が荒いのいいよね。一筋縄ではいかない感じする。実際、警戒心とか強いから、奥地に生息しているわけで、外敵への警戒度は、他の生物より高いでしょうしね。あんなノータイムで落雷打たれたら、ひとたまりもないけどな。ムービーとは違って瞬間移動しないし、ノーモーション落雷もありません。過去作と比べても、だいぶとっつきやすくなったかなこいつは。仕様的に厳しくなったのって、威嚇後に棒立ちしなくなったくらいですかね。頭吹っ飛びの条件も変わったね。昔は、キリンとハンターの位置が同じ時に飛んでたけど、今作では、怒り時のダメージ蓄積でぶっ飛ぶみたい。
いわゆる背負い投げができなくなった感じですね。まあ、こちらの方がわかりやすくていいと思います。ニコ動に入り浸ってた時は、キリンの背負い投げ動画よく見てたな。懐かしい。気流と思って、踏み込み切りから基準切り、切り下がりするやつですね。およ、回でも大落雷するんだ。GP の準備しとかないとだなこれ。普段見てるモーションが、どのランクから解放されてるのか、要勉強ですね。あ、これは狙えそうかな。お見事。こういうの決まると上達した気になれます。振り向きが素直な子は好きですよ。また来ましたね。おお、スタンいいね。体力低いだろうし、早く終われそうかな。キリン素材はあまり用途がありませんが、一部武器種では、強力な雷属性が役立ちます。資源とか総来剣とか、シリーズおなじみの武器が作れるね。あ、総来剣は、今作では陣雷になったのか。攻撃力が低くてネタ武器でおなじみ、将来剣ももちろん作れますよ。あの武器もう呪われてるでしょ。キリン武器が属性寄りである限り救われないぞ。サンブレイクに出てれば、まともな攻撃力になれたかもしれないのに。最近の作品の体験はあまり触らないんだけど、物理重視の傾向は徐々に薄くなってるから。そのうち救われてほしいな。キリンの参戦も必要になるので、結構ハードル高そう。でも、参戦だけなら、割と可能性あるんじゃない？ワールドで復活したのも、確か最新世代でキリン装備が見たかったからとかでしょ。確かに、その理屈なら世代変わるたびに出してほしいですね。雷属性武器は、常に需要があるからね。防具のスキルは微妙なこと多いけど。防具の需要はスキルより見た目ですからね。頼む。時代が変わっても、キリン防具の見た目だけはナーフしないでくれ。スキルはどんだけ弱くなっても、結局重ね着があれば問題ないですからね。重ね着は素晴らしい文化だと思うよ。あれのおかげで、全ての道具に一定の需要が生まれた。最近じゃ、武器の見た目すら変えられますしね。発掘武器使ってると思うけど、やっぱ武器は、性能と見た目、どっちも大事だよね。性能の方が大事なのは当たり前だけど、ふとした時、ああ見た目いいなって思いますよね。あら、本当に早く終わった。クリアタイム4分1秒でした。さすがに慣れてるから早いですね。大落雷が無反動で GP できるのが偉い。ガルルガも見習ってくれ。さて、カイモンスターもあと1種類ですよ。頑張りましょう。看板娘の初恋相手、地底火山にそんな奴がいるのか？ターゲットがブラキリオス。まさかな。とにかく、火山に行ってみよう。さあブラキ戦だ。こいつもチャークだと、なかなか厳しい相手だな。まずフィールドからしてしんどいですね。地底火山は段差と傾斜だらけなので、まともに戦えるエリアがほぼありません。段下にいるだけで根質が当たらなかったりするからね。凶悪な仕様だぜまったく。ブラキはほぼ体験でしかやってないので、カウンターを差し込む隙も全然わかりません。
お決まりの、何が GP 反撃できるかすらわからないよ。年金の爆発とか、威力でかそうだな。ガードに関する威力値って、基準がわかりづらいですよね。わかりやすい大技が無反動だったり、頻度高い技が特大反動だったりします。ブラキは、見るからに威力値が高そうだが、どうか。とりあえず、ただのフックは防げてましたね。振り下ろしを考えると反撃できませんけど。GP から GP は派生できないから、連続攻撃に弱いんだよね。ジャストガードがあれば、って感じですが。武士道チャークみたいな。でもクロス系列は、GP の仕様変わっちゃったからね。今更ですけど、GP の仕様、ワールドで戻って、その後は固定化されてよかったですね。クロスのままだったら、チャークの使用感、だいぶ変わってました。チャークって、コンセプトは変形とか合体だけど、GP からの反撃も特徴の一つだったよな。ライズで、どいつもこいつもカウンターだらけになって、だいぶ薄まっちゃってたけど、仮技は、まだ何でもありな感じでしたけど、鉄柱式は理屈が同じなので、みんな似たようなとこに行き着いちゃったんですかね。強い糸って、クモの巣のイメージあるから、防御系強そうだもんな。鉄柱試技は側面を生み出してくれたから全然好きだよ。サンブレイクのチャークは 4G に並ぶくらい楽しんで使えてましたね。超高、小野強化、どっちも強くて楽しかったね。合図は息してなかったけど。チャークの魅力はガードと調質だとは思ってますが、一方で、モンハンの進化についていくためには、この強化が生き残る鍵だと思ってます。狩りが流動的になりすぎて、のんびり反撃する暇がもうないんだよね。それは、ワイルズのベータでも強く感じたよ。ベータ時点ですけど、傷口破壊してこの強化を維持するゲームでしたね。ピンを貯めて解放斬りを打つ従来のムーブは、完全に時代遅れだなと感じました。まあ、それは発売しないと何とも言えないけどな。スキルとかモンスターとか、環境に大きく左右されるから。ベータを踏まえての調整はどうなりますかね。とは言ったものの、多分初見とか慣れない相手には、この強化主体の構成になるだろうな。どうしても、ピン主体より、この主体の方がスキルで強化しやすいですからね。反撃を強化するのは、セミの主勢とか砲術くらいか？関心がビンに影響しないからな。頼みの綱は、榴弾より強属性ですね。隙は大きいけど、ダメージは出る路線ですし、ロマン枠として重要なポジションになってます。強属性のビンは、サンブレみたいな調整にしてほしいな。あれって壊れでも何でもないからね。隙がでかすぎるのと肉質に左右されますからね。ハイリスクハイリターンです。強属性の調質が一番楽しいのはサンブレだよ。これは間違いない。それにしてもブラキ強いですね。いつ攻撃していいかわからなすぎて、全体的に雑になってきた。麻痺でもあれば変わりそうですけどね。スタン耐性は低いので、狙うことさえできれば。本当は落とし穴持ってくる予定だったけど、調合だけしてポーチに入れるの忘れたわ。ブラキは、落とし穴かなり有効ですよね。頭が下がる上に、あまり動きません。持ってくれば、の話ですが。一応先行はあるけど、体験ほど活かせないな。うろちょろされると頭狙えないですからね。今の爆発当たるんかい。チャーク泣かせの性能してます。やーっと弱ったよ。しれっと一落ちしております。ブラキがやる気になるとなすすべありません。で、罠も外していくと、ブラキ戦ボロボロなんですけど。威嚇した時にかかる位置で覚えてるので、直接かかりませんでしたね。威嚇すらしなかった。なんなんだ今のムーブは。嫌われてるんでしょうか。結局、発見されないまま終わった。よく10分以内で終わりましたね。相当ロスってるはずですが。今後周回するときは、落とし穴絶対忘れないようにしないとな。で、結局、看板娘の初恋相手はどこにいたんでしょうね。ほぼ全エリア回りましたけど。さあ、帰って聞いてみようか。案の定というか、
浦木が初恋相手だったってさ。途中のガーワシータアーカイ云々、あれは一体何だったんでしょうか。知らん。狂人を理解しようとすると頭がおかしくなるぞ。これは辛辣。浦木武器、回では攻撃力最高かな。外進率や切れ味も加味すると、フォースオブルインとどっこいってとこでしょうか。もうすぐ上位入っちゃうから、無理して作ることはないかな。これで、回は全モンスター制覇です。次回はいよいよ新天地ですね。ドキドキ。ほい、じゃ、今回はここで区切るよ。次回、いよいよ村上位突入です。回は旅団中心の物語だったけど、上位はどうなるかな。新天地での狩りもどうぞご期待ください。ほいじゃ、次の動画で。またね。